いかがなされた？天法師殿、いかがなされた？苦しいのか？近くの医者まで送り届けて診ぜよう。そなた、まことの二僧ではないな。武家なものか？寄るな。なんだそれは。待たれよ。これは。やはりそうか。天法師殿、遅かったか。その紙切れ渡してもらおうか。お主らは地獄の使者。朝間崎品川宿でのこの攻防が天下を揺るがす恐るべき陰謀の発端であった。帰ったか、芥川七郎兵衛。はあ。これ地公。は出立いたしてよりちょうど35日目で戻ったことに相なるな。はあ。東海筋をくまなく尋ね回りましたが、噂は噂のまま、用としてその実態をつかむことはできませなんだ。うん。しかし帰路品川宿にて思いがけず奇怪なる女人と巡り合いましてございます。
その女子から由々しき大事を予言いたすがごときものを。おう、なんじゃ。ご上洛の途中、各所にて万策を用いてその危害をご行列に加え立てまつり、将軍家がご一命を頂戴つかまつらん。かねてよりの手はず通り、我ら早急に同棲を決する覚悟にて候。この気を残せば再び望むこと困難にて。一大事じゃ。御意他言無用じゃ。心得ております。七郎上、大久保彦左衛門殿を存じておろはい。う。なればこれより駿河台の大久保殿が屋敷へ参れ。この一件につき大久保様がご再利を仰がれることになるのでございますか。うん。徳川譜代の旗本でありながら、常に徳川家の門外に身を置かれる御仁じゃ。立身出世のためのこげへつらいことを丸く収めようとの妥協を何よりも嫌い、忠義にして頑固一徹、武士の面目にかけても意地を張り通す。見識才覚も十分なる知恵者なれば、大久保殿に勝る適任の人材は他にあるまい。芥川七郎兵衛にございます。覚えておるわい。伊豆の神殿のおそばを相務める甲賀者芥川七郎兵衛なる生命も忘れてはおらぬ。恐れ入りましてございます。さらば用向きを受けたまわろう。まずはこれをご覧いただきたく。拝見。いよいよ動き出したか。は。謀略を巡らすはおそらく加藤家と駿河大納言家の維新ども。今までくすぶり続けてきた将軍家暗殺の陰謀がにわかに現実味を帯びてきた。時の将軍は三代家光。太平の世になったとはいえ幕府の礎はまだまだ盤石ではなかった。事実2年前の寛永9年将軍家転覆の陰謀が暴露された。首謀者と目されるは西国の雄藩肥後熊本52万石の領主加藤忠広。こたびの市議不届き至極につき、よってお役御免加盟断絶の上、出羽の国へ入る申しつくべくものなり。幕府の処罰は過酷なものであった。加藤家は断絶、忠広は出羽に配流された。日を経ずして家光の実弟駿河大納言忠長も謀反の容疑で50万石の城地を奪われ、丹羽高崎へ押し込めの上切腹。三代将軍家の権力をより揺るぎないものとするための大粛清であった。まこと忠長に切腹を申しつけるというのか。我ら幕閣一同の総意にございます。幕閣一同だと。老中主座たるわしは何も聞いてはおらんぞ。恐れながら土井大井の神様は仙台秀忠公のご側近、当代将軍家のご知性は我ら一同が補佐してまいりました。何。つきましては大納言忠長様ご切腹の儀、上様のご決裁を賜りたく。大納言忠長は
世の血を分けた弟なるぞ。ご心中を察し申しますが、後々に禍根を残さず将軍家未来永劫の礎を固めるためにござります。ここは泣いて馬謖を切るご境地で、心を鬼となされまするよう願い立てまつります。控えいず、冷酷非情なる初段は天下騒乱のもといぞ。もうよい利勝。上様、いかが召されました？忠長に会う。お呼びでございますか？猶予はない。上様の護衛をいたせ。江戸からおよそ26里、家光は馬を乗り継ぎ夜を徹して高崎を目指した。死んではならぬ。天下の将軍家が弟一人救えぬで何とする。忠長、わしと一緒に江戸へ参れ。兄上、よいな。ありがたきお言葉。善は急げじゃ。すぐに支度をされい。はい。誰かおらんか？はい。弥生か。これより江戸へ参る。それは執着に存じます。それではすぐにお召し替えの用意を。忠長、忠長。忠長、忠長、謝ったこと。兄上、これでいい。それがしがいてが兄上の立場にも暗い影を残す。徳川家のため、天下のため、それがしはこのままさらばでござる。忠長、忠長。大納言忠長様のお最後を思い浮かべていたのであろう。するが大納言家並びに加藤家の断絶によって何名の家臣が老老の身と相なったであろうがな。これまでに取り潰された藩より路頭に迷い出た浪人の数は数十万。そのうちの一部なりとも将軍家に遺恨を晴らすべく結託をするとなれば、これはもはや戦じゃ。しかも時期が悪い。上様ご上洛の儀は10月20日と決定。謀殺を企てる者どもにとっては千載一遇の好機。余すところあと25日。大久保殿、いかがなされます？弱い75にして余命いくばくもなし。最後のご奉公じゃ。七郎兵衛、伊豆殿ご指名のお役、ただいまをもってご免と相なる。は？芥川七郎兵衛よ、この一件を知る者にしてまた役に立つ人材なり、それゆえ一味に加えていただきたくと伊豆殿の書状にもしたためてある。我が一味になること異存はあるまいな。
ただし一味と申しても今のところはこの彦左衛門とその方と二人きりじゃが。願ってもないことでございます。よし、ならば早急に手の者となる怪人どもを拾い集めねばなるまい。怪人と申されますと？怪人とは俗に言う神出鬼没。いかなる行動に出るか予見できぬものを言う。さらに怪人とは第一に幕臣にあらざること、第二に真偽を重んじ無欲にして功を求めず報奨を欲せざる者、第三に高胆無比にして兵法軍学あるいは一味の者たるにふさわしき一芸に秀でたる者、そして何よりも天下の大事に取り組むをもって面白きかなと生きがいを覚える者。折から江戸城吹き上げの庭では将軍家上洛を祝ういわゆる寛永御前試合が催されていた。腕自慢の武芸者たちが諸国から参集。将軍家憲法師範柳生宗則の審判で数日にわたり技を競い合った。それまで！何者だ？今日の御前試合で勝利を収めたと聞くが。たわいない相手よ。赤子の手をひねるようなものだ。おい待て。何の真似だ？もういい。気が変わった。何だと？使い物にならぬ。おのれ！無礼なやつ！相打ちか？貴公の負けと見た。理不尽だ。確かに拙者は貴公の一撃はわずかに着衣に触れただけ。一瞬早く相手の抜き道が決まっていた。真剣なれば無論死んでいる。このままでは大隈無用流憲法の面目が立たん。ごめん。
ここだ、引き込め。災難でござったな。由井正雪殿でござるか。いかにも。実は市中で拉致もない連中につけ回された。帰ってみると家にも誰かが待ち受けている。そこで一計を案じて奴らと拙者をぶつけた。さよう。戦わずして勝つは兵法の浄土。申し遅れた。拙者芥川七郎兵衛でござる。なるほど。大久保彦左衛門殿も東目と仰ぐ一味に加わり、天下の大事を防ぐための助勢を願いたい。こういうわけでござるな。お引き受けいただけましょうか。芥川殿、何やら楽しげな話のように思えてまいりましたぞ。血が熱うなり背筋がゾクゾクいたすのは生きがいを見出した時の証でござろう。我が軍学を生かせるのは無上の喜び。かたじけない。ただし条件が一つ。と申されると。宮本武蔵殿を一味に迎えること。宮本殿？ただの牽制というだけではなく、天下無双の兵法家にして知略あふれる軍師。一枚加わるだけで100人力、いや1000人力。由井殿は宮本殿をご存知か？縁あって2、3度お目にかかったことがござる。して現在の所在は？江戸界隈におられることは確かなのだが、神出鬼没。現れたと思うとまた忽然と姿をくらます。ごめん。これは七郎兵衛様、お待ち申しておりました。わしが来ることが分かっていたのか？それはもう綾糸様の申しますには、七郎兵衛様はいつかも前から江戸に戻っておられて、今宵5つ過ぎにはきっとここへお見えになると。相変わらず恐るべき神通力だな。よくぞご無事でお戻りなされました。そなたも息災で何より。お戻りになられましてもゆるりとくつろげそうもございません。重いお役目を背負うことになりましたね。見通しだな。それも龍神様のお告げか？はい。綾糸、実は人を探しておる。そのお方とは？そなたも名前だけは存じておろう。宮本武蔵殿だ。わかるか？龍神お上の前に。お主、占いを信ずるのか？綾糸はただの占い師ではござらぬ。甲賀21家北山一族の血を引き拙者の遠縁にあたる。幼い頃大病を患い、その後龍神の神霊を招き神託を告げるようになった。それで宮本殿がこの辺りに？芝増上寺の真北一里以内、大きな池のほとり。とするとこの桜貝家しかござらぬな。近くにある道場といえば。
宝蔵院流槍術にしては変わった構えじゃ。源は宝蔵院流なれど、これはそれがしが編み出したる一元流。なれば一元流の槍をもって我が二天一流の兵法を崩してみよう。恐れ入ってござる。宮本様の足元にも及ばず未熟者とただいま思い知りました。いやいや、決して未熟とは申さん。丸橋殿と申されたな。はい、宇州浪人丸橋中也にございます。未だお若きゆえ5年先を楽しみにいたそう。5年先は丸橋殿、天下無双の槍の名人でおられるやもしれん。丸橋殿。よほどお好きと見える。酒なくて何の人生ぞ。宮本殿にあのような敗北を喫したからには、何にも増して好物の酒を断ち、出直しの修行に打ち込もうとは思われるのか。いやいや、立ち物と武芸とは関わりなきもの。飲みたき酒は飲む。結衣殿、何をそう渋い顔をされる。さあ飲もう。槍の天才丸橋中也が釈放しよう。天才？いかにも。宮本武蔵は5年のちと申したが、何2年もすれば天下無敵。あの御仁を打ち負かすこともできよう。まさか武蔵殿？わしの腕はこれからますます磨きがかかり、老郷の武蔵の腕は衰えるばかり。今日は愉快。今日は実に愉快じゃ。将軍家には義によってご女性つかまつるほどのご縁がない。貸しもなし借りもなし。わしからすれば縁なき主情と申せよ。恩義を受けてこそそれに報いる。ご厚情を賜ってこそそれに礼を尽くす。これぞ人の世の道筋なり。謀反を企てる者どもにも同じ思いがあろう。わしにとっては将軍家の生死、幕府の存亡、そのいずれも関わりなきこと。しかし再び戦乱の世を招くとなればまた別じゃ。それに大久保彦左衛門殿とは実婚の間柄、しかるべき恩義もある。と申されますと？以前わしを将軍家武芸指南役に推挙しようとして柳生宗則殿と対立隠居する羽目になった。さようなことが。彦左衛門殿との間には人と人との熱き血潮も流れよう。お年を召したる彦里の落胆させるは我が本意にあらず。それではお引き受けいただけますか？芥川殿、お申し出の儀、宮本武蔵しかとお引き受けいたそう。かたじけのうございます。しかし一味の顔ぶれじゃが、結衣殿とわしを含めても嫁いささか手薄という気がいたす。はい。多すぎては秘密が漏れるが、少なくとも7人は必要であろう。かの丸橋中也殿はいかがでございましょう？結衣殿、丸橋殿をいかが見られた？大層な自信家でございますな。自信を持ちすぎるのは恐ろしきことじゃが、
自信を持たぬのもまたよろしくない。それに短所が目立つのもいささか気になります。短所と申されると？第一に大酒飲み、第二に軽はずみ、第三に口が軽く体言相互が過ぎること。それはちとまずいな。いかにも泥酔して大勢の前で天下の大事のことを面白おかしく語って聞かせるやもしれませぬ。ただなかなかの器量人で志が大きく野望に燃えてござる。人生は朝露のごとし、ゆえに無意に過ごすことなかれ。これが丸橋殿の信条とか。まずは愉快な豪傑といったところだな。短所はあるが捨てがたい。まずは加えるとしますか。だが武骨一辺倒の者ばかりでは大事はならん。世情に明るく耳目となって働く者も必要であろう。仰せの通り。これより吉原へ出向いて総名主の庄司陣右衛門なる者に一度会うてみられるがよい。彦左衛門殿もよう存じよりのはず。これはようこそお越しくださいました。芥川七郎兵衛でござる。庄司陣右衛門でございます。宮本武蔵殿はもとより大久保彦左衛門殿とも実婚の間柄なそうな。はい。宮本様には兵法の談義を、大久保様には東照神君様ご出陣の合戦の軍団を配置をつかまつるのを何よりの楽しみにいたしております。陣右衛門殿にはお二人に恩義ありという思いがござろうか。それはもう申すまでもございません。山よりも大なるご恩を常々肝に銘じております。ではお二人のために死ねるか。死ねと仰せにございますか。さよう。やむを得ないことにございます。私ごとき者の命でよろしければ差し上げるといたしましょう。対して物の役には立つまいと存じますが。一命をもらい受ける。いかがなされました芥川様。商人とお前の少年のほどしかと見届けた。これよりそれがしが申すことを口が裂けても他言は許されん。はい。申し訳ございません。どうぞ今日のところはお引き取りをお願いでございます。どうぞ早いと様はご気分が優れず、今日のご祈祷ご神託は叶いません。どうぞお引き取りを。申し訳ございません。どうしたやいと。本当に具合でも悪いのか。ゆうべ龍神様の夢のお告げがございました。悪いお告げか。あと一月。一月。それ以後は龍神様のお告げがいただけません。ほう。何故だ。何事も龍神様のおぼしめし、早いとはそれに従うまでです。神通力を失いそなたの行く末はどうなる。
わかりません。ただの女となってはここを離れるよりあるまい。そなたがこの増上寺門前に住み着き早7年、去りがたいであろうな。伊豆の神様のおそばとして命を投げ出さねばならぬわしにとっても、ここは唯一心の休まる場所であった。なんだ。七郎兵衛様と離れとうありませぬ。それゆえ七郎兵衛様についてまいります。待て、あやいと。わしがどこへ行くというのだ。お隠しなされますな。私には分かっております。10日のうちに七郎兵衛様は一命を捨てる覚悟の上で西へ向かわれます。あやいと。七郎兵衛様のお近くには堂々の人影が一つ、二つ、三つ、四つと見えております。そのようなことまでそなたには読み取れるのか。お願いです。堂々いたす者の中に私を加えてください。それはならぬ。私はもう心に決めてございます。あやいと、よく聞くがよい。この道中は物見湯さんとは程遠いぞ。死する覚悟はいくつあっても足りんと思え。はい。どのような危険が待ち受けようとも、七郎兵衛様とご一緒の旅の空は広々として真っ青。その青空の下であれば死んでも悔いはありません。もしこの願いが叶え、生まれてこの方初めての幸せでございます。一味に加えた着物、もう一人それがしより推挙させていただきとう存じます。ほう、この彦左衛門の眼鏡にかなう怪人が今一人いると申すのか。怪人にはそういなくも女人でございます。女人だと。はい。それがしの縁にも連なる甲賀の血筋にございます。何やら一味にふさわしい一芸に秀でておるのか。はい。明日のこと、10日先のこと、半年先のこと、1年先のことを見通す力がございます。何、天眼通が備わっておるのか。それも狂うた試しがございませぬ。それゆえ恐るべき神通力と評判を呼び、祈祷を願い出る者引きも切らず。待てよ、増上寺門前の龍神の巫女とあればわしも評判を聞いたことがあるが。その龍神の巫女にございます。そうであったか。してその者の名は。あやいとと申します。甲賀衆としての武芸の心得は。その方は一切無縁のものにございます。それは困るのお見えでございましたか。女連れの旅とは七郎兵衛殿もなかなかの水準じゃ。いや、それはつまり彦左衛門殿、頼もしき女人になればぜひとも一味に引き入れねばなるまい。しかしの足手まといになっては。いやいや、あやいととやらの天眼通こそが肝心。あとは役立たずであろうとも構わぬ。万が一足手まといになるようなことがあれば、七郎兵衛殿があやいとを背負って走ればよい。おお、それもそうじゃの数日後、密命を帯びた7人の怪人が密かに参集した。これより生死にご一同の欠藩をいただく。恐れ多くも将軍家ご上洛を機にあらゆる手段を用いて襲い立てますらんといたす陰謀。いかなる遺恨があろうともあるまじき暴挙許されざる謀反なり。核のごとき大事に立ち向かい、将軍家のご一命を救い立てまつり、天下の乱れを防ぐことこそ我らが一味の秘めたる使命。
ご一同には性根を据えてことにあたり、それぞれが役目に成功を傾けられるよう改めてお願い申す。彦左衛門殿、我らが布陣を聞かせてもらおう。わしは伊豆の守殿と共に将軍家のご随行を相務めることになるが、芥川七郎兵衛、綾井と丸橋中也の3名はそれに先立って御行列の梅雨払いがごとく目を光らせてもらう。心得ました。綾井とには道中の先々において祈祷に専念し、天眼通をもって敵の動きを読み取ってもらう。及ばずながら相務めます。丸橋には双日の腕を持っていつ襲い来るか知れぬ敵に備えてもらう。お任せください。たとえどのような敵が来ようとも、この命を投げ打ってでも。武蔵殿と拙者の役目は？宮本殿には我ら一味の軍師になっていただきたい。また結殿も優れたる軍学者。さすればご領主には一日遅れで出立いたし、すべての敵と名づくる者の裏をかく策と駆け引きとを練り上げていただくことにありなる。退屈な役目のようじゃ。さて陣右衛門、はい。その方には江戸に残ってもらうことになる。無念にござりまするな。何が気に入らぬ。吉原には江戸の噂が残らず集まる。敵に関するこれはと思うような話も拾い出すことができよう。はい、わかりました。こうなると思ってすでに300人ばかりの手の者を放って江戸市中に網を張り巡らしてございます。ほう、さすがは陣右衛門殿じゃ。何か獲物がかかりましたか？はい、実は3日前の昼下がり、怪しげな浪人者が2人吉原河合屋に登楼いたしましてな。ただし遊女を求めてのことではなく趣向だけを注文。新入りの紅花という遊女が酌に出ました。女、もう酌はよい。四半時ほど座を外してくれ。はい。何やら不審に思った紅花が指示通りこの私に知らせました。駿府、浜松、岡崎か。いずれも徳川ゆかりの地。その前後にも数々の仕掛けありじゃ。難は逃れられまい。天夜の月が暗闇から睨み、その下で我ら12の月が暗躍する。いずれにせよ岡崎にて命運尽きよ。岡崎が終焉の地か。あのごめんください。なんだ、お前か。はい、もうお酒がない頃かと存じまして。ちょうどよかった。敵の一味かもしれぬな。天夜の月、そして12の月とは。それが読めぬ。天夜の月か。何かお心当たりでも？天夜なれば雲に遮られて月は見えまい。されど目に見えずとも月は間違いなく夜空にあるのじゃ。
この度の敵もそこにおりながら目には見えぬ。あっても見えぬもの、それを天夜の月と申す。見えぬ敵では戦いようもないな。恐るべき敵だ。しかし取り潰された大名家の維新にそれほどの人物がいるとは思えぬが。早糸殿、はい頼みがござる。その天夜の月を見通すのでございますね。できるか。守備はともかく一心不乱にご祈祷を続けてみます。龍神の神の御前にかしこみかしこみ間を咲くひふみよいむなやことと震えゆらゆらと震え震えゆらゆらと震え震えゆら震えゆらゆらと震え龍神我にあり龍神我にあり。早いと早いと。見える三つ葉葵の御紋が。何？葵の御紋。見える見える。カゴが将軍様のおカゴが。他に何が見える？紙吹雪紙吹雪が将軍様のおカゴに。その一枚一枚に数が書かれている。1、2、3、4、10、11、20、30。日めくり暦です。そして12の月に。12の月？むつき、きさらぎ、やよい、うずき、さつき、みなずき、ふみずき、はずき、ながずき、かんなずき、しもつき、しわす。天夜の月は見えぬか？見える。丸く輝く月。違う、月じゃない。傘。大きな傘。傘？その傘の陰に誰かおらぬか？いるようだけど黒くてよくわからない。早いとよく見てくれ。誰じゃ？那智さんの観音女。おのれ、龍神様のお告げを妨げるつもりか。早いとどうした？下がれ下がれ。龍神の巫女の奨励が妨げられようか。誰？観音女。誰？観音女。誰？早いと。大丈夫か？思わぬ邪魔が入りました。観音女と叫んでおったが。はい、邪悪な怨念からか
鬼女に姿を変えておりました。その念力はこの上なく恐ろしきもの。八大地獄を突き崩さんばかりのものでございました。念力と念力の戦いか。申し訳ございません。観音女に敗れ龍神様のお告げを招くことができませんでした。いや、12の月が暦をもじった四角と判明しただけでも収穫だ。とすると暦同様それぞれの月に30名からの配下がいるとは考えられませんか。それが道中次々に将軍家を襲うことになろう。ノーマクサンマンダーバーザレダーセンダンマーカロシャーダースワタレウンタレターカンマンノーマクサンマンダーバーザレダーセンダンマーカロシャーダースワタレウンタレタはカンマンは敵の霊媒女の念力この観音女がしかと封じ込めた。ご棟梁12の月すべてうち揃ってございます。構わぬ。続けよ。おお。さてご一党、ご棟梁天代の月殿をお迎えしてここに最後の誓いを交わす。三代家光が将軍家を継承しており11年の間に取り潰された大名家の数実に30家。まさに暴虐の極みなり。しかる上に将軍家はなおその威力を誇示すべく34万の友を仕立てて今上洛の途につく。駿河大納言様はじめそれぞれの暴君がご無念を晴らさんがため断じてこの気を逃してはならぬ。では改めて12の月覚悟の誓いを。寛永11年10月吉日、将軍家光の大行列が上洛の途についた。すでに先発の諸大名ははるか先を進んでおり、皇族はまだ江戸で待機している。実に総勢30万7004人の大移動である。その大行列は東海道の江戸から小田原まで延々と埋め尽くしたという。家光の宿泊地は53次中17カ所。入洛まで31日の行程である。お行列は今どのあたりでしょう。保土ヶ谷に差し掛かる頃かな。それにしてものどかなものだな。箱根の山を越すまでは何事も起こるまい。油断は禁物。現に我らは先国から見張られている。え？何のあれしきの数、まとめて串刺しにしてやる。七郎兵衛様。丸橋、気を許すな。よし。女だ！女を切れ！
七郎兵衛様、これは。神無月12の月の一人か。江戸をたって3日後、家光の宿泊は小田原城である。一人が消えたか。あやいとに狙いを定めての襲撃でした。類まれなる神通力を恐れてのことであろう。それに敵は逐一我らが動きを見通しておるものと思われます。あやいと祈祷の結果は？どうしても見通すことができませんでした。また観音女の妨げか？はい。ただ炎が見えました。逆まく紅蓮の炎が。炎か。火攻めがあるやもしれぬ。いや、将軍家は城中にあるゆえ火攻めでは攻めきれまい。あばれ！火攻めはこっちか！雨屋の月の一味か。乗れ！伊豆、度が過ぎるぞ。は？見よ。これでは息が詰まる。しかし上様ご身辺警護のためにございますれば。ここは城中ぞ。何の危険がある？伊豆殿、上様に対し奉り何か危害を加えんとする動きでもあると申すのか？いや、さようなことは別に。では恐れることはあるまい。さよう。上様おそばを守るのは武芸士なんたるそれがし一人でも十分。しかし先刻城下に不審火もございましたゆえ。火事などどこにでもある。伊豆、明日の出立は上様は加護はやめぞ。と申されますと？馬じゃ。久しぶりの遠掛けと思え。友は数機あればよい。それはなりません。ならぬ。今や上様は上様お一人の身にあらず、万が一のことがあっては幕府は崩壊、天下は再び戦乱の世と相なりましょう。黙れ！ありもせぬ敵の影に怯えて何の将軍家か。そちの指図は受けぬ。下がれ下がりよろう。翌朝、家光は無謀にも数騎を従えたのみで箱根山中に向かった。何？将軍家が城を出た。しかも友はわずかに数名。
こうしてはおられぬ。山中で襲われるかもしれぬぞ。参りましょう、武蔵殿。しかしお主はここに残って綾糸殿の警護だ。またその役目か。不服のようだな。ああ、不服だ。俺だって女子供の森役などより槍をかざして敵勢に突っ込みたい。そうか。では七郎兵衛殿、お主が残れ。いや、しかしそれは。私は一人でも大丈夫です。そう申すな。たまには二人きりにしてやろうという武蔵殿の粋な計らいと思え。今さらもう遅いわい。これで俺たちの役目も終わり。いや、そうとも言えぬぞ。見ろ、将軍家非業のご最後というのにあの者どもにうろたえた様子が見えぬ。そういえば少し様子が妙だ。伊豆守殿と彦左衛門殿がそばについておられながら、こうもやすやすと将軍家を死に至らしめるはずはない。とすると、あれは何者でしょう。伊豆殿の思惑通りでしたな。これで将軍家も少しは御身にご留意なされるでしょう。そちは世の命の恩人となったらしいの。恐れ入ります。身代わりの者、見事お役目を果たしてございます。死んだのか、影は。手厚く葬ってやれ。御意。いずれにせよ上様を危難よりお救い申し上げたのは伊豆の神の手柄。執着に存ずる。上様もこれに懲りてくれぐれもご自愛ご自重のほどを。分かった。無茶はせぬ。ご無事でしょうか。武蔵殿がついておられる。心配はない。ごめんください。お茶を入れてまいりました。すいません。どうぞ。逃げろ。
行け。あやいと探したぞ。七郎兵衛様、もう大丈夫だ。少しは身にこたえたか。一緒に来ては死する覚悟がいくつあっても足りぬと申したはず。あやいとは決して後悔はいたしておりません。ただ寂しいのです。そして悲しい。何故申してみよう。龍神様のお告げがございました。あやいとが命運尽きるとき、日々間近に迫り。何？死ぬというのか。はい。それはいつだ？あと10日とのことにございます。まさか到底信じられぬことだ。龍神様が死ねと仰せでしたら10日後であろうと心安らかにその時を待ちましょう。けれどもそのようなあやいとにも未練がございます。七郎兵衛様への未練。死がまことならわしとて同様この上なく未練じゃ。七郎兵衛様、抱いてください。あやいともっと強く。今生きております証、あやいとにお与えください。あやいと死なせません。死なしてなるものか。七郎兵衛様、一味の数を失い家光の影武者に翻弄されるご棟梁天代の月殿のお怒りいかばかりならん。よいか、二度と過ち繰り返すまいぞ。はあ。観音女殿、
大納言忠長様に準じようとして無念にも一命を取り留めて以来、不思議な霊能が身につき鬼女となって生きてまいりました。ご祈祷にすがるばかりではなく、私も時には12の月の一人弥生として将軍家に恨みの刃を振るいたくなりました。よし、やるがよい。第一の危機を乗り切った家光は箱根、三島、丹原を無事に通過した。次なる宿泊地は駿府である。家康ゆかりのこの城には家光の叔父にあたる紀州大納言頼信がすでに入城、将軍家一行を迎えた。ご無事にてご到着、何よりでございます。あまり無事とも申せぬ。箱根山中での一件聞き及びました。奇策により事なきを得られたとか。さすがは知恵伊豆殿、抜かりはござらんな。恐れ入ります。ところで紀州様、当駿府の備えは万全でございましょうな。ご安心召されい。すでに3日前より城の内外隅々まで見聞し尽くしてござる。のどかな眺めよな。将軍家におくつろぎいただこうと存じましてな。無くつけき警護の者どもに囲まれての毎日はさぞお気がめいることでござりましょう。この城にて2、3日ごゆるりとなさりませ。ところで叔父上はいつ立たれる？すでに出発の支度はできております。これより直ちに西に向かい、次なる浜松城にて警備万端整えて上様をお迎えいたします。うん、よろしく頼む。どうした弥糸？何か見えるのか？炎がまたしても火の手か。今度はより大きく激しく燃える燃える。どこだ？場所はわかるか？お城がお城が。城？駿府城か。何者じゃ？およとぎの者にございます。よとぎなぞ命じておらぬぞ。この歴史者！
そこもとはもしや宮本武蔵。やはりの。いや、それがしは柳生宗則でござる。お待ちなされ。宮本殿にお引き合わせいたしたき珍客がござる。騒ぎは収まったようじゃの。はい。火も収まり、こちらは宮本武蔵殿のお働きにより将軍家もご無事。宮本武蔵。伊藤一等斎殿にございますか。初めてお目にかかります。世に伝わり噂に聞く通りの宮本殿が風貌じゃ。一等斎殿がご高名は実に40年来日々聞き及んでおりました。なんのわしなどもはや古き兵法者にて時世に遅れた老人よ。この20年天下無双の兵法者は宮本武蔵なりと念仏代わりに聞かされてまいった。さような宮本殿に折あらば出会うてみたいものと念じておった。奇妙に縁がございませんでした。今宵は駿府まで来た甲斐があったというもの。一等斎殿が東海道筋などへお出ましとは珍しきこと。何故駿府まで参られました。山中における修験者のごとき暮らしに産む時もあれば、わしとて山を下り人里に遊び町を見物いたすこともある。すぐに酒の用意をさせましょう。今宵はゆるりと兵法の談義でも。いやいや、談義を重ねても無益なこと。兵法は心にて相通じ合えるものじゃ。そろそろ駿府とも東海道とも別れを告げることになろう。相も変わらずわしは夜旅を好む。いずこへお戻りになられます。いずことも知れず、今のわしは武蔵殿を真似ておるようなものじゃ。真似るとは先人を見習うことにございましょう。いやいや、武蔵殿はわしとはよう似ておる。兵法の利を求めてやまぬところは同様でござる。しかして主人に仕えず、なるほど、生涯めとらず、よって実子なくして世に己の血縁を残さず、いかにもさらに住まいを定めず、いかにも栄達を望まず、いかにも生涯虚心にて兵法と共に歩むこと叶えばもって命すべし。
とな巨神じゃ。ご無礼つかまつりました。武蔵殿、これをもって今生のお別れにしたいものじゃ。再び相まみえて武蔵殿と立ち会うようなことになってはわしもまだ命が惜しいからの。ではこれにてごめん。敵は攻める一方、我々は守る一方。これでは勝負とは申せまい。何としても敵の総大将を暴き、その本陣に攻め入らねばならぬ。そうだ。このままいじいじと敵の出方を待っているのは勝負に合わん。今度は一味を殺さず手広く痛めつけ隠れ家を吐かしてやる。お待ちなされ。彦左衛門だ。揃うておるな。久しぶりに一堂に会す。陣右衛門殿もこちらに。何か書き急な事態がございましたか？うん。江戸でのこともう一度見なる。実は江戸市中に放っていたそれがしの密偵の一人が耳地どうした？将軍家暗殺一後ろ盾。後ろ盾。何者だ？はっきり申せ。三つ葉葵のどか。それだけを言い残して息を引き取りました。三つ葉葵か。つまり徳川一門か。と申せばまずは御三家尾張紀伊二党。かの密偵は植木職人として紀伊様のお屋敷に出入りいたしておりましたが。では紀伊大納言頼信公が。一味の後ろ盾黒幕とも言えよう。頼信様は剣謀と知略を尊び紀州にあって西国の諸大名を従わせんとの大謀をお持ちのようじゃ。昨夜上様を窮地に陥れた一件も頼信様が仕組んだ罠と考えれば説明がつく。して頼信様は今いずれに？先触れとして浜松を目指し今大井川を渡ったあたりであろう。浜松城にて後発の将軍家ご一行を出迎える手はずじゃ。それならば頼信公を討ち取ることはいとも容易でござろう。いやそれはならん。たとえ頼信様が陰謀の元凶であろうとも徳川の一門上様のおじぎみに当たられる。確証もなく事を構えることはできまい。さよう。頼信様もここぞと反撃に出よう。さすれば東海道筋はたちまち戦場と化そう。もはやご上洛どころではなくなる。混乱が混乱を呼び将軍家のご意向は音を立てて崩れよう。ではいかがなされます？見て見ぬふりでしばらく様子を伺うつもりですか？おそらく敵は今度こそはと奇策の罠を仕掛けて
浜松城で待ち受けていることでしょう。そこへおめおめと乗り込んでいくは危険千万。武蔵殿、何か策はござらぬか。小説の地図を。敵の奇策にはまらぬようにこちらも奇策をと申すと、浜松に立ち入らぬようにしてはいかがでしょう。しかしこのまま東海道を行けばおのずと浜松へ。それゆえ東海道を外れるのです。ご覧くだされ。掛川から東海道を外れ秋葉山豊川道を迂回します。なるほど、浜松を通らずに済む。ただし山深い道なれば他の危険を覚悟しなければなりません。いずれにせよ常に危険がつきまとう道中でござる。伊豆の守殿にはまず我らがその勘当に入り、不穏な気配ありや否や見極めるとお伝えくだされ。お待ちどうさま。勘定ここ行くぞ。ありがとうございます。お気をつけて。ごちそうさま。お武家さん。おお武家さん。ご一緒させていただけませんか。もう一人じゃ心細くって。ああ、いいとも。この道山賊が出るってさっき茶店で聞いたんですよ。それは面白い。現れたらこの槍で山賊の田楽でも作ってやるか。うわー頼もしい。どちらへ行かれるんですか。まさか秋葉山へお参りってわけでもなさそうだし。豊川へ出てそれから岡崎だったら東海道を行けば。だ。実はこう見えてもわしは重大な役目を帯びている。お役目。去る後期のお方の命運がこの槍一本にかかっておる。へえ、すごいんですね。どなたかしら。それはな、それ以上は秘密秘密。わしは口が固いので有名な男だ。朝が来て夜が来てまた朝が来る。今日から数えてあと5日。そなたの命が。5日となればあっという間に過ぎましょう。たとえ龍神のお告げだろうとわしは信ずまい。いいえ、私たちは敵と戦っております。毎日が合戦でございます。この綾糸が敵の手にかかり相果てますのも道理でございましょどうした弥糸。近くにおります。何。敵か。女、あの女。観音女か。近づいてくる。近づいてくる。観音女。何をする。おられ。あれじゃ命はあるまい。いいえ、波の女ではありません。きっと生きています。丸橋、お主余計なことは漏らさなかっただろうな。俺は口が固い。どうだかな。なんだと。待て。漏らすも漏らさぬも我らがこの勘当にいることを見取られた以上、敵は将軍家一
公の動きを知ったことになる。この浜松城も家康の築いた徳川ゆかりの名城である。ここにはすでに紀伊大納言頼信が入城、家光の到来を今か今かと待ち受けている。しかし何、将軍家はこの浜松は通らんと申すのか。ああ、掛川より勘当に入ります。なんたることだ。この地こそ将軍家の最後にふさわしいとあらゆる手配りをしておいたが、またしても打ち損じるのか。ご懸念には及びません。我が棟梁天代の月が申しますには、かの勘当は山あいの剣のゆえどこからでも攻略可能。我らにとっては願ってもない好機なりと。さすれば大願成就の日も近し。天代の月に伝えよ。健闘を祈る。この浜松城にて家光の首を見分する日を楽しみに待つと。おう。家光の加護行列は東海道を外れ秋葉山豊川道に入った。間もなく最初の危機が訪れた。暴れ者、暗号を守り出せ。お許しちょうだい。水が見えます。今度は水攻めか。水の他に何か見えぬか。妙なものが見え隠れしています。なんだ。船か人かわからない。あ、消えてしまった。行列は明日天竜川を渡る。いずれにしても敵はここで襲撃をかけるに違いあるまい。ここまで上流へ来ても異常は見られません。待て、あれを見ろ。下流に知らせを。
ことじゃ。あれをご覧ください。いかだがどうかしたか。弥生、如月、下月、師走。ほう、12の月、もうこれだけになってしまいました。いよいよあの一味との総決戦、そして家光の首を上げる最後ともいえる機会、かつてない大きな罠を仕掛けてございます。勝算は十分に。弥生、はい。守備を祈れ。不気味な静けさだ。ごめん。まるで人の住んでいる気配はありません。こっちもだ。危険を感じて逃げ出したのかもしれん。どうしたのかな、武蔵殿は。殺気のようなものを感じているのかもしれん。綾人殿、何か見えぬか。命が縮まるとともに霊能の力も衰えるのかもしれません。命が縮まる？何のことだ？いいえ、何でもありません。ありがたやありがたや、酒が隠してあったぞ。大丈夫か？何が？毒が入れられているかもしれんぞ。え？今夜は無事に明けそうですな。俺はもう敵はここには現れんと思うな。恐れをなして計りごとを諦めたのかもしれん。行列がこの宿場に差し掛かるのは明日の正午頃かと。明日の正午か。この時が勝敗の分かれ目だ。武蔵殿、どうしてそう断定なされるのです？
では正達殿はこの宿場では敵の襲撃はないと？いかにも。もしあるとすればここから一里先の地獄谷。明朝それがした丸橋は一足先にそちらに向かいましょう。ならん。なんと明日は敵にとっても我らにとっても健康一滴の大勝負。左に持ち場を離れてはならん。と申してこの宿場では何も起こらず、地獄谷に絶体絶命の罠が仕掛けられていたら何となさる。どうだ奴らの様子は。今不をつけば打ち果たせよ。そうか。やろう。いや見せ渡せぬ。わしらの狙いはあくまでも将軍家。ここを通るのが明日の勝負。明日に備え今夜はゆっくり休め。何？二人がおらぬ？はい、結様も丸橋さんも朝まではおられたのですが。地獄谷に行ったか。捨ておくがよい。白兵衛殿。しかし小説殿も人方の軍学者なれば指図のままに動くのがもどかしかったのであろう。それにわしは人の扱いは至って下手くそでの。武蔵殿、こうなれば戦うは我ら二人。武蔵殿だけが頼りでございます。いや、わしにとっても七郎兵衛殿が頼り。伊豆の神様よりの伝令にございます。お行列が間もなく差し掛かりますゆえ、警戒を強めろとの仰せにございます。戻られたか。歩きながらえも言われぬ寂しさがこみ上げてきた。ここまで戦い続けてきた中だ。生きるも死ぬも一緒でなければならぬ。そう思うて丸橋を見るとこやつも涙を浮かべていた。たわけたことを俺は涙など見せぬわ。よし、念のためにもう一回りしてこよう。あ、俺も行こう。ああ、もったいない。床板を。通路になっています。わしも行く。二人は行列を差し止めてくれ。おのれ、おい。止まれ！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 これ以上進んではならぬ。何事だ！罠だ！罠が仕掛けられている！
最大の危機を脱した家光一行は街道を抜けて一路岡崎城下を目指す。ようも戦った12の月のうち残るは弥生と師走か。だが棟梁の天代の月がいる。それにもう一人紀伊大納言頼信。早いとどうしたのだ。七郎兵衛様、早いとの命、いよいよこの世限り。何を言う。これまでも幾度となく危難を切り抜けてきたではないか。必ず助かる。いいえ、どうにもならん血の定めを感じます。今もどっからか私を呼ぶ声が聞こえる。早いと来るのじゃ。早う来るのじゃ。七郎兵衛様、抱いてお別れに力いっぱい抱いてください。早いと苦しいのか。水を。待て。早いと早いと。早いと待て。捨ておくのだ。しかし早いとはおそらく観音女の念力に引き寄せられているのであろう。後をついていけば天代の月一党の本陣にたどり着けるかもしれん。早いと来るがいい。友人のお告げ通り、今宵そなたは死ぬ。そなたの命運はこの観音女が手の内に。さあ来い、来るのじゃ。観音女。そう。そして12の月の一人、弥生。弥生。
綾いとそなたは私の念力に敗れたのじゃ。なぜだかわかるか。そなたは私のことを祈祷の中でしか知らぬが、私はそなたのすべてを知っておる。これではおのずと念力に差は出てくる。私のすべて。甲が21家の血筋、12歳頃二親に死に別れ江戸の縁者に預けられた。そなたには5つ年上の姉があり、そなたが3つの時突然神隠しにあったことも知っている。綾いと私の顔をよく見るのじゃ。何か感じぬか。それでは私はそなたの姉じゃ。まさかそんな。信じぬのか。まことの姉妹なればこそ甲も霊感が通い合うのじゃ。私をどうするつもりなのですか。可愛い妹のことゆえ我が一味になれば殺しはせぬ。姉の願い聞き入れてくれような。それはならん。宮本武蔵に芥川七郎兵衛か。いかにも。綾いとの姉というのはまことか。今さら嘘を申して何になろう。2年前にもそなたを見かけたことがある。高崎の大納言忠長様ご切腹の場にて。この命すでに忠長様に捧げたもの。さればこの度の我らの企て妨げるものどうしても許せぬ。それは我らとて同じことだ。よさぬか。いかに霊能者といえども芥川七郎兵衛の剣にかなうはずもない。十分承知の上だが卑怯者めが語るに落ちたな。まことの姉ならば妹を盾に身を守ろうとはすまい。黙れ。武蔵ともあろう者が見損なったね。何。宮本武蔵と芥川七郎兵衛を相手に戦って生き残る道がないことぐらい知っている。だから死ぬ前に妹を一度だけ抱きしめてみたかっただけじゃ。綾いとさらばじゃ。武蔵殿、これは。危ない。
三人ともどこ行ったんだろう。武蔵殿、七郎兵衛と来ればめったなことはないと思うのだが。なんだ貴様ら。師走源十郎。12の月の生き残りか。良い小説に丸橋中也か。ならもう生き残りだ。宮本武蔵、芥川七郎兵衛、綾糸の3人はすでにこの世にはいない。なんだと。たわけたことを言うな。嘘だと思うなら村外れに行ってみるがいい。そこにあった観音堂もろとも吹っ飛んだ。まさか。あとはうぬら2人。これで我らに逆らう一味はすべて耐える。黙れ。そうはいかん。待て。とどめはわしに任せろ。神右衛門殿、江戸へは帰らずか。一味の実態が定まった今、江戸へ帰るまでもありません。ご一同とは別に敵の動きを探っておったのです。おかげで命拾いいたした。武蔵殿、七郎兵衛、綾井殿3人が敵の手にかかったというのだが。まさかとは思いますが、私が当たってみましょう。頼む。神右衛門殿、私はいい。それより天夜の月を。おのれ、小説後を頼む。お待ちなさい。恐るべき手だれ、丸橋殿の槍でも構わん。さればお二人で。しかしお主をこのまま残して。大丈夫です。何のこれしきの傷。たとえここで果てても庄司陣右衛門、血の煮えたぎるようなお役目に燃え尽きるわ。本もはよ生きなされ。はよお二人で。陣右衛門殿、はよ。武蔵殿、七郎兵衛、無事でござったか。綾井とは。無事だ。近くの農家で休ませている。二人ともどうしたのだ。天夜の月を追ってきたが途中で見失ってしまった。何。奴のために陣右衛門殿が深手を打った。天夜の月か。まだこの近くにいるはず。探し出して血祭りにあげてくれる。待て。それよりまず浜松に向かい
頼信と対決、陰謀を暴く。しかしこの人数で浜松城に乗り込むわけにもいくまい。頼信を城外へおびき出すのじゃ。どうやって？実は天夜の月の正体が割れた。その名で呼び出せば頼信は必ず動き出すはず。急の事態あり、今宵の国上官明徳寺にて。何者？宮本武蔵、剣山つかまつる。宮本武蔵？紀伊大納言頼信殿、将軍家を謀殺、天下を我が物にせんとするご貴殿の野望、ことごとくついえた。控え！ざれ言を申すとただでは済まんぞ。ざれ言ではござらん。揺るぎのない事実。竹、何を証拠にそのようなことを申すのじゃ。天夜の月の実名を使った偽手紙にのこのこ出て参られたのが証拠の一つ。何？さらに何よりの確証は、末尾をようごろうぜられよ。天夜の月の実名とともに紀伊大納言頼信の署名欠版がござる。されば潔くご生涯召され。黙れ！わしは御三家なるぞ。将軍家の氏じゃ。東照神君のせがれじゃ。それゆえ徳川のご威信にかけても見事ご切腹なさりませ。出会え！上出来者だ！出会え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 ！頼信殿、ご自身の決断で身を処され。天夜の月、誰も手出ししてはならん。
藤一等斎殿。いかにも4人にはあらず。何故にこたびの謀反に加担いたされた。わしは兵法者、教えを請う者も多い。大納言忠長、加藤忠広。駿河大納言様のご無念を晴らさんがためとあらば、一等斎殿らしからぬ軽挙モード。わしは維新にあらず。なれど維新が怒りに燃えるは無理からぬ。さような一等斎殿がいつしか一味の棟梁に担ぎ上げられたとのことにござろうか。もはや誰も担ぐ者はおらん。わしは今一人の武芸者としてお主と立ち会わねばならん。望むところにござる。東西殿の名を汚すは武蔵にもこの上なき旨。これでお役御免にございますな。我ら一味ここに消滅いたした。これより先わしも一人の武芸者に立ち返ることになる。それぞれちりぢりになって差し支えなし。伊豆の神様、彦左衛門殿へのお目通りはいかがいたします。お目にかかる必要はあるまい。しかし我らは密命を受けて立ち働いたのじゃ。いかにも。ことが成就いたさばもはや我らは邪魔者にも等しきもの。所詮は使い捨ての我ら。
ここより消え去るのみじゃ。何かと腹に据えかねることもあったろうが、よくぞここまでついてきてくれた。武蔵、改めて礼を申そう。武蔵殿。芥川七郎兵衛、この度の修行、生涯忘れまじきことと肝に銘じております。それがしも同様にございます。それがしもでござる。七郎兵衛殿、はい。今さらわしが申すまでもないこととは思うが、女の身で恐ろしい修羅場をくぐり抜けてきたあやいとを生涯幸せにしてやってもらいたい。大丈夫か。はい、この通りすっかり元気になりました。わしの言った通りだろう。龍神の死のお告げなど当てにならん。いいえ、姉上があやいとの身代わりになりました。あやいと。七郎兵衛様。なんだ。あの夜から私、まるで霊能力がなくなってしまいました。いくらご祈祷しても何も浮かびません。そうか。龍神様から見放されたのでしょうか。ただの女になれということだろう。それでいいのさ。七郎兵衛様。こうして東海道15日間の攻防は終わった。家光の行列は岡崎を立ち、6日後に威風堂々の入洛を果たした。由井正絶と丸橋中也は意気投合し、2人で江戸へ向かった。それから17年後、この2人が幕府転覆を企てることになるとはこの頃誰も知る由もない。無論本人たちも。いずれ商人の時代が来ることを確信していた庄司陣右衛門は早くも江戸へ戻り、次なる不夜城新吉原を考えていた。宮本武蔵は九州小倉を目指していた。その後熊本に居を移し、剣の奥義を極めるとともに書画の道にも新たな境地を切り開き、孤高な生涯を貫き通した。芥川七郎兵衛とあやいとは美濃の山中へ向かった。しかしその後の行き先は不明である。ただ後日、老中松平伊豆守のもとに一通の書状が届けられたが、それは七郎兵衛のおそば役辞職願いであったという。